はい、大志座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月23日までのタロットリーディングさせていただきます。ちょっと星の話に関してはね、前回前々回とたっぷりお話ししたので、今回はサクッといきたいと思います。よろしくお願いします。あと私個人鑑定とかお知らせはいつも公式 LINE でしていますので、ご興味ある方は公式 LINE へのご登録もお待ちしております。ちょっと7月はもういっぱいになってしまってるんですけども、また毎月月末に翌月の分の空いてる日をお知らせしますので、お友達登録お待ちしております。では行きます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ペンタクルスキングの逆、カップエース逆、スター逆、ペンタクルスのエース、ワンドのページ逆、ワンドの2、ワンド3、1、3みたいな、いいですね。そして気をつけることや対策はワンド10とジャスティス逆とオラクルは吊るし人の逆ですね。なるほどね、面白いですね。そうね、星の話はあまりちょっと控えめにしようと思うんですけど、でもやっぱりなんていうかすごく重要な感覚が今芽生えてきてるところだと思うんですね。で特に7月っていうのは、ね、大きな応援もありますし、自分にとっての価値、自分の感覚っていうものがものすごく肥やされてる時だから、特に7月のね456とか345とか、そのあたりっていうのはもうすごくもうビリビリくるみたいな感じもしますよね。自分はこれで稼いでいくんだとか、これを大事にしていきたいんだとか、私はこれだみたいなものが、自分のいい意味で言うと自分のこだわりが強くなったりとか、感覚っていうのが五感がすごく冴えるので、とにかくなのでこの感覚の中で自分だからこそできることをやっていこうみたいな気持ちになるんじゃないかなって思います。でここまでだって別にやってこられたと思いますしね。入り口がペンタクルのキークの逆が出てるので、これまでやってきた経験も踏まえてここからどうしていこうみたいなそういう思いもあるとは思うんです。で一番星で言われてるのはやっぱりすごく動きが早いんですよね。で特にこの7月23日までっていうのは友達との関係だったりとか、情報交換だったりとか、自分があっちに行ったりこっちに行ったりみたいなのがすごく豊かなので、すごく楽しいんです。でもその時に大下さんが持ってる感覚、価値観というものがもう本当に全ての肝になるのでそこを大事にしておいてほしいんですね。で7月の10日以降は金星が乙女座に入ることによって、大下さんはいいかもしれない、これでやっていけるかもしれないみたいな自分のクリエイティビティというか創造性がすごく開かれるような感じもありますし、ベタに言っちゃうと恋愛運がいいというか、楽しめる、レジャーも恋愛も自己表現も楽しめるよみたいな、そういった流れも出てきます。そしてね、カード中心に読みますと、やっぱりこれまでやってきたことを生かしたいなっていう思いすごくあると思うんですけれども、全然活かせますよ。ただなんか今回すごく感じるのは、少し前に出てきた自分の理想の形、こういうのいいかもなとか、こうしたいなみたいな思いがいよいよ形作られていくのかな。最初の一歩だったりとか、最初のなんでしょうね、発芽というか、そういうことがありそうな感じがします。でここでもうペンタクルスのエースっていうのが出てるので、これでやっていけるんだとか、これでやっていきたいっていう思いかもしれないし、やっていけるんだという確信かもしれないし、もうすでに一歩踏み出してるのかもしれないし、何かとてもこれ金銭的にも良かったのかもしれないし、自分が豊かになる道っていうか、それにもう一歩足を進めているみたいな、そんな感じがあります。でもうなんていうのかな、感覚的に自分はこれだなって思うことってもうすでに一歩進めてるみたいなもんなんですけど、現実のこのビジネスとかそういうところでいくとすごく慎重になっていたりとか、何からどうやろうかみたいな感じもあるんですけど、でもその後にワンドの2が出て、その後にワンドの3が出てっていうのはやり方をすごく手ごねている。やりたいと思うならそれをどのような道で行ったってどのルートで行ったってね正解なんですけど、どっちの方が自分に合ってるのかなって考えすぎたりとか、どっちの方が経済的に安定するかなとか、マシかなとか、
エネルギー的に時間的にも無理がないかなとかっていうことをこう考え出す。でこの考えることってもちろんいいことではあるんですけれども、もしかしたらご自身の可能性っていうものをそのどちらかがダメでどちらかがいいというこうちょっと自分の可能性を狭めているかもしれないので、私が思うのはどっちでも正解ですみたいな感じがあって、どの道行ったって目的がちゃんとしてるんだったらその生き方はどっちでも楽しいですよって感じがするんですね。でさらに自分ではこっちがダメでこっちがあれかもしれないから正解を探さなくちゃって思ってるかもしれないけど、どっち行ったってうまくいくんですよみたいな感じがあって、このワンダロさんっていうのは本当にこうビジネスとか何か物事がうまくいってるのを眺めているみたいな、そういうカードなんですね。ちょっと未来に対しての希望も強いし未来も明るいみたいなカードなんですけども、これでやっていけるみたいなそういう思いがすごく出ているので、なんか明るいんですよねとにかく感覚的にこう無理がないっていうか矛盾がないっていうか、自分の中でこれが好きだこれをやりたいって思うことに対しじゃあやってみようっていう形で全然矛盾もないし一歩も進めてるしさらには見通しも明るいみたいなそんな感じなんですけど、ただ注意として言われてるのがなんかじゃあそれをやるんだったらもうめちゃくちゃ頑張らなきゃいけないしあれもこれもあれもこれもって言ってもう全部を自分が抱え込もうとしすぎるとしんどくなるし、自分にとって何のためにやってたんだっけっていうことも忘れがちになってしまうので、あくまでも自分の生活はバランスを取った上で無理しないでくださいねって感じでしょうか。なんかその余計なものまで自分がやらなきゃいけないって思ってるって感じがあり、でさらにオラクルがやっぱり吊るし人の逆なので、この吊るし人の逆っていうのはまだね気づいていないことがあるよっていうメッセージの時によく出てくるんですね。物事を違う方向から見たらすごくいいことなのにこっちから見るとダメだって思ってるみたいな、でも違う側面から見たらなんだそんな素晴らしいことだったのとか、なんだこれでいけるじゃないみたいに思える、そういう気づきがありますよっていうふうに言われてるので、何か本当にすごく自分が物事を難しく考えているのかもしれないなって感じがしました。なんでしょうね、ここで出てきてるこの価値っていうものを現実にしていくときになんだかとっても本当にいろんなことを考えてる感じ。例えばの話ですけど、じゃあ自分も独立してなんか起業してみようかなみたいな、自分が持ってるこの感覚でやってみようかなってなった時にもうすでに自分の中にはそうしたいという気持ちもあれば、それをすることが自分にとって真実だという気持ちもあれば、もう自分の体的にもその準備が整っているからその喜びの中で出会っていく人だったりとかチャンスだったりとか、そういうものをただただその瞬間を味わえばいいだけだと思うんですけど、なんかこうすごく頭の中でじゃあまず届け出を出して、まず店舗を構えなくちゃいけなくてとか、いや予約システムどうしたらいいのかなとか、いやパソコン苦手だした、そうだパソコンも買わなくちゃいけないとか、なんかこうどんどんこう思考が増えていって、なんかしんどい無理かもみたいになりそうな感じがあるんですけど、もう忘れないでくださいね。ワン、ツー、スリーみたいなもう何をしたってワン、ツー、スリーでちゃんと行きますよみたいな、そんな感じがあるんです。自分の中にその感覚さえあればいい。だから何も自分が全部やらなくていいみたいな、ちょっとだけ見方を変えればなんだこんなに簡単じゃないみたいなことがあるんじゃないかなと思うんですよ。やっぱこの時期、この宇宙の計らいのこの7月の間に進んでる感じはしますよ。ちょっとこれを踏まえた上でのお仕事のことを見てみますね。仕事ね、もしその会社員で会社辞めませんっていう方もですね、なんか仕事の中で携わるプロジェクトが変わるとか、自分が担当する仕事の内容が変わるとかってなった時に、なんか自分がこれをやらされるってなんかまるでこうなんか左遷されてるかのような感じがしちゃうみたいに思うかもしれないけど、いや待ってよ、いやこっちの方が自分に合ってるわみたいな、こっちの方がよっぽど自分がやりやすかった仕事だわみたいに思ったりとか、なんかそういうなんかちょっと視点が変わってとても爽やかになるみたいな、そんな感じがあります。ちょっと仕事見てみますね。ペンタクスのナイト、お月さん、
ワンドの4ということでいいですね。なんかやっぱりお医者さんってすごくしっかりされてる方が多いし、とにかくやってみるかみたいな感じでぴょんぴょんぴょんってやってぴょんぴょんぴょんダメだったらはいやめるみたいな感じじゃなくて、やっぱしっかりと続けていきたいし安定させていきたいしっていう、そのどっしりとした思いがあるからこそ、こう先が見えない不安だったりとか、この先大丈夫かなみたいな気持ちもあるんだなと思うんですけど、誰だってそんな5年後の先のことは分かりません3年後先のことも分かりません。それはこうなるだろうなという見通しは立てられてたとしたって、誰もがそんな例えば10年前にコロナが発症するなんて想像できなかったように、何がどうなるかなんて分からず、その時その時のベストな状況が自分にあるだけって思った時に、お仕事に対しても見通しがなくたって別に構わない。今の自分が自分の中にその喜びや価値やこれをやりたいっていう気持ちがあるならそれでいいっていう感じがするんですね。そしてその不安っていうのをちょっと横に置いとけば、やっぱりすごく満たされる、すごく人との関係もいいし、仕事においては喜びがあるっていうふうに言われています。人とつながって仕事が成り立っていくみたいな感じかもしれません。いいと思います。とってもお仕事ね。まあね、星で見た時にもその仕事みたいな社会っていうことではないにしろ、どっちかというと内側の充足感とか安心感みたいなのがとても強調されているので、そういう意味で、今の自分が感じる仕事に対しての向き合い方っていうものがしっかりとしてれば、ちゃんと落ち着いてちゃんと一つずつこなしていけるんだなって感じがしました。はい、ちょっと人間関係見てみますね。人間関係はワンドのエース、ペンタクルスのクイーン、ワンドの9ということで、関係性って言った時にやっぱりなんかとても勢いがあります。ワンドのエースっていうのも出てますしね、全体のところでワンツースリーってこうエネルギーがどんどん膨らんでるみたいなエネルギーもあったので、そのエネルギーに合わせてこう人との関係も広がっていくとかつながっていくとか、なんかそういうのはありますし、ちょっとこれまで以上に特にこの7月の23日までっていうのはもう本当に自分自身があっち行ったりこっち行ったり人と関わったりっていうのがめちゃくちゃ光ってる時なので、お医者さん普段は重い腰の方もですね、全然ちょっと連絡してみようかな、行ってみようかなみたいな感じでできる時で、それがまたとっても楽しいと思います。そこでつながる人だったりとか関わることによって自分の価値っていうのもまた思い出せるし、ただその人と関わることによってなんかいろいろ感化されて、自分ももうちょっとなんか勉強したいなとか、自分ももうちょっとこういう経験積みたいなみたいに、なんかすごくいい刺激をもらう感じがしますね、人と関わることによって。そんな感じかな。なので感情が満たされるっていうよりもなんか刺激を受ける、とにかく活性するみたいな感じですね、人と関わることによって。はい、そんな感じです。いかがでしょうか。何か少しでも参考になったよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。では最後にもう一枚オラクルカード引いてみますね。お牛座さんの7月23日までのメッセージはコンシャスステップだそうです。皆様もぜひご自身で何かこの絵柄を見て感じることがあったら受け取ってくださいね。意識的な一歩を踏み出しましょうみたいな、ずっと願っていたことを叶えられるチャンスだよって感じがしました。はい、ということで今回もありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。